ペンネームちえさん、47歳の女性からいただいたお悩みです。こんにちは、はじめまして。いつも動画を拝見させていただいております。私はバツ2で、現在子供と2人で暮らしております。今まであまりいい恋愛ができず、たくさん裏切られ辛い思いをしてきました。離婚後しばらくは一人で頑張ってきましたが、やはり寂しくなり、心の拠り所が欲しくなりました。子供はいますが、子供では埋まらない寂しさから友達の勧めもあり SNS を始めました。そこで仲良くなった男性と会い恋に落ちました。久しぶりの恋愛で寂しい気持ちから救われ、とても毎日が楽しくなりました。数ヶ月付き合ってから彼の行動が何かおかしいと思っていると、彼には妻子があることが分かりました。不倫は罪なことだと思い、一度は別れようと思い別れを告げました。でも彼のことが諦めきれず、また彼からの強い復縁の要望もあり、戻ってしまいました。彼は家庭がうまくいっていない、子供が大きくなったら一緒になりたいと言われていました。そんな言葉をすべて信じていたわけではありませんが、週に2、3回、2時間かけて会いに来てくれていた彼を信じたいと思い、3年近くお付き合いをしていました。でも、その彼がその時期何度か他の女性とも関係を持ち、昨年の秋にもまた一夜限りの女性と関係を持ちました。その時も辛く別れようと思いましたが、別れきれず許してしまいました。次はもうないと約束をしたのですが、また発覚したのです。今回は一夜限りではなく、二股状態でした。それを知って別れを告げました。彼は向こうとは縁を切るからやり直したいと言ってきましたが、もう疲れてしまいました。でも好きな気持ちや彼のことが気になる気持ちが消えず、毎日辛い日々を送っています。私の立場からそんなことを言うのはおかしいことも重々承知の上なのですが、彼との3年間のお付き合いの中で辛いこともありましたが、とても充実感もありました。そんなことからたくさんの思い出もあり、なかなか忘れることができないのです。彼への執着を解き放し、ちゃんとした恋愛に進みたいと思っています。どうしたこの状態から抜け出せるでしょうか。アドバイスをいただければ幸いです。仏教聖典の中に煩悩という章があります。少しかいつまんでこの煩悩の章の中の言葉を読みますね。むさぼりは満足を得たい気持ちから、怒りは満足を得られない気持ちから、愚かさは不浄な考えから生まれる。むさぼりの罪の汚れは少ないけれども、これを離れることは容易ではなく、怒りは罪の汚れが大きいけれども、これを離れることは早いものである。愚かさは罪の汚れも大きく、またこれを離れることも容易ではない。むさぼり、怒り、愚かさは熱のようなものである。どんな人でもこの熱の一つでも持てば、いかに美しい広々とした部屋に身を横たえても、その熱にうなされて、寝苦しい思いをしなければならない。人間の欲には果てしがない。それはちょうど塩水を飲む者が一向に渇きが止まらないのに似ている。彼はいつまで経っても満足することがなく、渇きはますます強くなるばかりである。人はその欲を満足させようとするけれども、不満が募って苛立つだけである。人は欲を決して満足させることができない。そこには求めて得られない苦しみがあり、満足できない時には気も狂うばかりとなる。人は欲のために身持ちを崩し、盗み、詐欺し、姦淫する。時には捕らえられて様々な刑を受け、苦しみ悩む。また欲のために真悔の罪を重ね、この世で苦しみを受けるとともに、死んで後の世には暗黒の世界に入って様々な苦しみを受ける。愛欲は煩悩の王。様々な煩悩がこれに付き従う。愛欲は煩悩の目を吹く湿地。様々な煩悩を生ずる。
愛欲は善を食う悪鬼。あらゆる善を滅ぼす。愛欲は花に隠れ住む毒じゃ。欲の花を貪る者に毒を刺して殺す。愛欲は木を枯らすつる草。人の心に巻きつき、人の心の中の善の汁を吸い尽くす。愛欲は悪魔の投げた餌。人はこれらにつられて悪魔の道に進む。飢えた犬に血を塗った乾いた骨を与えると、犬はその骨にしゃぶりつき、ただ疲れと悩みとを得るだけである。愛欲が人の心を養わないのは全くこれと同じである。心に貪りと怒りと愚かさがあるときは、口には偽りと無駄口、悪口と二枚舌を使い、身には殺生と盗みとよこしまな愛欲を犯すようになる。知りながらも偽りを言うようになれば、どんな悪事をも犯すようになる。悪いことをするから偽りを言わなければならないようになり、偽りを言うようになるから平気で悪いことをするようになる。人の貪りも愛欲も恐れも怒りも愚かさから来るし、人の不幸も難儀もまた愚かさから来る。愚かさは実に人の世の病毒に他ならない。人は煩悩によって業を起こし、業によって苦しみを招く。煩悩と業と苦しみの三つの車輪は巡り巡って果てしがない。この車輪の回転には始めもなければ終わりもない。しかも人はこの輪廻から逃れる術を知らない。永遠に回帰する輪廻に従って人はこの現在の生から次の生へと永遠に生まれ変わっていく。限りない輪廻の間に一人の人が焼き捨てた骨を積み重ねるならば、山よりも高くなり、またその間に飲んだ母の乳を集めるならば、海の水よりも多くなるであろう。随分と長く仏教聖典の中から、その仏教聖典の煩悩という章の中から、目に留まった言葉をかいつまんで、その一部を今読ませていただきました。千恵さんはこの自分のしたこの恋愛ですね。この恋愛、この相手にずっと裏切られてたというか、相手はずっと千恵さん以外の女性とも関係を持っていたということを振り返ってみて、それでもこの3年間はとても充実感があったと。その通りでしょう。彼もまたとても充実した3年間であったと思います。2時間もかけて千恵さんのところへやってきて、そして千恵さんと会ってひとときの快楽を得る。人間はその報酬に至るまでの過程が困難を伴えば伴うほど得た報酬の喜びというのは大きいんです。彼にとっても非常に充実した3年間であったに違いありません。ただ千恵さんの快楽、千恵さんの充実感というのは彼に愛されているという充実感、彼と一緒に時間を過ごしているというその充実感。でも彼にとっての充実感というのは一つのゲームの成果を、報酬の自分の快楽の獲得をあえてめんどくさい2時間の道のりを経て得ることができる。
そのような充実感であったはずです。千恵さんのことが彼は嫌いかと言ったら嫌いではない。けども彼が得たいのは千恵さんではなくて、彼が得たいのは異性との快楽の時間、その報酬を彼は得たいがために2時間かけて通ってきて、そして千恵さんと交流をしていた。けれども蓋を開けてみたら千恵さんはこれは彼の真の愛だと思い、そして彼に対してどんどんと大事な人という認識を強化していってしまっている。今私が実は長いことですね、仏教聖典の中からこの煩悩の章の中から言葉を読んでいった。最初からずっと読んだわけじゃないんです。ずっと眺めているうちに今回のこの千恵さんと彼、いやむしろ彼を通じて人はよく頓ということね、いつも言っている頓人知の頓ということをそこに持つとですね、それを持つとそこにはまってしまうと何が起きるかって、千恵さんの彼の様子を想像して、そしてその彼がこの3年間千恵さんと他の女性との間をずっと渡り歩いてきたというこの彼の行動を頭の中に思い浮かべたときに、そこに彼のハマっているこの貪欲、そして彼の犯しているこの業の積み重ね、そこを見事に言い当てている、そのような言葉を拾って今実は読ませていただいたんです。二人にとってこの男と女の恋愛ですね、愛、恋愛をするということは素敵なことだと思います。けれども快楽の亡者になるということは素敵なこととは思えないというのが、この煩悩の章の今私が読んだような箇所をずっと眺めていくとですね、そのことがわかると思います。愚かさではなくて知恵の目を持って見るときに、この3年間の充実感というのは千恵さんにとっては喜び、人生の男と女が出会って、そしてお互いの関係をちゃんとしていくという、そういう充実感を得ていたと思っている。関係が深まっていく。彼にとっては自分の欲望を満たすための非常にスリリングで、そしてまたちょっと高い山に登って爽快感を味わうような、わざわざ2時間かけてやってきて、そして千恵さんとのひとときを楽しむというような、もうゲームにも似たね、その報酬を得ていく、自分の快楽という報酬を得ていくためのその虜であったと、快楽の虜であったということ。さて千恵さんの問題は何かというと、千恵さん自身が彼に騙されていたということももちろんあるんですけれども、彼に対しての気持ちがあるがゆえに彼の煩悩をどんどん強化してしまっているということなんですね。彼が千恵さんに対して何か満足しないところがあった。ひょっとして自分が悪かったのかもしれない。だから他の女の人のところに行ったかもしれない。いや、どんな理由があって千恵さんがその彼の最初の浮気が発覚した時にそれを何度も許してきたっていうことがあるわけですけど、その時にね、彼はおそらく1回目千恵さんがそれを許した時にね、あ、この人は許すんだと、あ、この人は許してくれるんだということを学習したわけです。だから2回も3回も
や、彼にとっては、千恵さんは先ほど言ったように、2時間かけて快楽という報酬を得るための一つの、便利な道具であって、それ以上の意味はもうないというぐらい、実は彼は煩悩によって彼自身の精神状態はですね、どんどん千恵さんがそれを許してしまうことによって彼のライフサイクルの中に一つの自分の煩悩のはけ口としてのスポットを作ってしまったってことになるんです。で、これをどんどん強化してるってことになるんです。何度この後ね、いろんなことがあっても結局千恵さんは許してくれる。それをはっきり言葉にして認識をしているかどうかは別としても、彼の中ではもうすでにそのような回路が出来上がっているはずです。さて、その上で私は彼ではなくて千恵さんに対してアドバイスをしたいわけですから、千恵さんへの処方箋は何か。きっぱりと捨てることです。もう一度いきます。千恵さんの処方箋は何か。きっぱりと捨てることです。彼がいつか改心をして、自分とね、一緒に生活をしてということをしてくれるかもしれないという、そのような愚かな淡い望みを持ち続けるということはまさに愚かさでしかない。彼にとって千恵さんに会うということは、2時間をかけて快楽という名の報酬を得るために来てた。千恵さんが求めたいのはそういうことではないはずなんですね。で、彼にとっての目的と、彼にとって千恵さんと付き合う目的と、千恵さんが彼と付き合う目的は最初からずれてたっていうことなんです。で、そこに気がつかないまま彼の煩悩をさらに強化し、愚かさの業を積み重ねていくというつもりがあるならば、それはそれで私はそれ以上何も申し上げることはないんですね。ただずっと苦しいけれども、仏教は苦しみの手放し方ですから、千恵さんがもしその苦しみを手放したいと本当に願うのであれば、処方箋は一つ。きっぱりと捨てなさい。煩悩の、先ほど仏教聖典では悪鬼、悪い鬼と書くんです。彼は王子様ではなくて悪い鬼だと、そう思ってきっぱりと捨ててください。きっぱりと捨てるということはどういうことかと言ったら、彼へね、これ以上二人はもう付き合いませんと、私はあなたと付き合いません、お別れしますというメールもしないし、彼に別れを告げるということもしないということです。何も言わず、何もメッセージも送らず、今この瞬間にきっぱりと彼を捨てるということです。いや、今この瞬間にきっぱりと愚かさと煩悩に侵されていた自分を捨てるということです。彼を離れるんではなくて、この3年間の自分を捨てるということです。彼に対して先ほど言いました。いや、お付き合いしてきたのにちゃんとお断りをして離れるべきじゃないかとか、これがもう違うってことです。そんな失礼なこと、いや、失礼とか失礼じゃないとかじゃないんです。何かを連絡したらまた彼からのレスポンスが返ってくるでしょ。でも彼からのレスポンスが欲しいから、実は
連絡をしてるっていうだけなんです。そこに気づいてほしいんです。もう当の昔にもうダメだと、これを離れようと、やめようと千恵さんだってずっと思ってきたはずなんです。でもなんでそれができないかって、彼にお別れを告げるからいけないんですよ。彼にお別れを告げなくても彼はいずれ悟ります。あ、千恵さんは自分を離れようとしてるなって。愚かな女性は何度も何度も彼に律儀にお別れメールを送ります。彼からしてみればお別れメールを送ってきているということは未練がどこかに残っているという証拠なんです。だから離れたいと思っているのに、私は離れたいと思ってますって言いながらどこかでですね、小さなロープを投げて、私はこれから離れようと思っています。だからどっかで引っ張って、どっかで引き止めてってやってるだけなんですよ。それが愚かだということに気づいてほしいんです。もう3年間、充実した3年間を彼と楽しく過ごすことができました。おしまい。もう一度ってやらないってことです。わかります？なのできっぱりと捨てる。千恵さんもう50ですよね。昔であればとっくに死んでいるという年齢です。人生終わってます。人生50年。けれども幸いにして今は50でもまだ生きながらえている。そして新しい人生を新しい人という希望まである。だったら時間を大事にしてください。あっという間におばあちゃんになりますよ。もうすでに子供たちから見たらおばあちゃんですよ。ね、だけれどもこれからまた新たな恋を、今度こそちゃんとした恋をと思うのであれば、今まで自分が取ってきたパターンということを違う習慣、違うパターンを取ることによってですね、その愚かさを断ち切っていかなければいけないということです。どうせ努力をするのであれば、そこに結果が出てくる努力をしましょうよ。ということで、きっぱり捨てる。未練という名の綱をもう一度彼に差し出すようなお別れメール、メッセージはしない。もう今日から連絡手段は LINE ですか？メールですか？わかりませんけれども、それはポチッと消すということです。それは削除するということです。その削除する瞬間の躊躇が大きければ大きいほど、削除する瞬間の痛みが大きければ大きいほど、千恵さんはその先の新たな一歩を大きく踏み出すことができるんです。だから彼のこれまでのメールとかメッセージとかやり取り、そういったものが消そうとする瞬間に自分に訪れるこの躊躇ですね、一瞬の間、この時に受ける痛みが大きければ大きいほど、それを躊躇があればあるほど、その先に愚かさから解放された自分というものを歩むことができるんです。だから彼からのメッセージをきっぱりと捨てる、彼の連絡先をきっぱりと捨てる、それをですね、スマートフォンを開いてからやっちゃダメですよ。ちゃんとその前に練習しなきゃいけないです。スマートフォンの電源を入れて、スリープ状態を電話を起こして、そしてアドレス帳とか LINE の彼のすべてのこれまでの履歴を消すっていう、そのボタン操作を完了するまでは頭の中でイメージしておいて、よし、終了ってやるんです。これをですね、開いてから、
でまた過去の履歴を見て、こんなこともあってこんなこともあって、消せなくなるに決まってるじゃないですか。だから静かに瞑想して、そして自分の彼を削除するという、自分の中から、自分の頭の中からのハードディスクから彼を削除するという、その作業をですね、自分の中で完了させるというイメージをしてから初めてスマートフォンを開くんです。そしてその作業を完了させる。さて、スマートフォンの履歴を消したというのは、デスクトップのアイコンを消したということと変わらないんです。今パソコンからデータを完全消去していくためには、ファイルが格納されている、そのドキュメントが格納されているというファイルからゴミ箱に移すというだけではダメですね。ハードディスクの中に残っています。千恵さんの深層心理の中に様々な彼との記憶が残っているわけですよ。これは完全に残念ながら人間の心は消去することができないんですけれども、これまで彼と関係を作るということは、彼と何度も会って、彼と何度もメールをして、何度も彼のメッセージをやり取りしてっていうふうに、どんどん千恵さんの中に彼の記憶と彼の重要度を強化してくるという作業だったんです。それをね、決してディリートしていくというのは、その反対の作業をやるしかないんです。削除して、捨てて、出てくる彼との記憶、彼との共に過ごしたもの、一緒に買ったもの、プレゼントされたもの、それも全部捨てて、やっていくわけですよ。で、この行為を繰り返していくと、だんだん徐々に千恵さんの頭の中から彼に対しての重要度が下がっていくってことが起きます。なので、きっぱりと捨てるということね。ぜひそれを実践してみてください。50近くになってから、せっかく積み重ねてきたこの3年間というのはものすごく大きな意味があったと思います。けれども、ぜひね、これからの余生のためにもですね、そこに不安といつも彼への疑問と嫉妬といろんなものを抱えながら苦しんで老いていくというのは辛いじゃないですか。だからもうやめましょう、そこはね。きっぱりと捨てる。最後になりましたが、これをご覧になっている千恵さん以外の方々の中でね、時々こういう問題を一問一答で取り上げるとですね、そうするとコメント欄とかに含めて非常に千恵さんを攻撃するというそういうコメントをバーって書かれたり、いろんな意見をなさる方っていうのが出てくるんです。言論の自由っていうのは確かにありますよ。だけれども、この一問一答にこれだけお手紙を書いてくる人っていうのは、自分の中でね、どこかで懺悔を持って、悔いを持って、でも自分一人ではどうしようもない問題を悩みとして書いてこられてるんですよ。で、他の人から見てみたらね、何をやってんだ、だからダメなんだとか、それはいくらでも言えますよ。だけどぜひ皆さんにはね、まだ自分が犯していないだけで、千恵さんと同じようなことを、自分もそのようなことが起きたときに、同じようなことを愚かさにはまってしまうかもしれない。これが人間の想像力です。これが人間の謙虚さです。で、そう自分に引き合わせて、ぜひこの一問一答を見てほしいんですね。で、この皆さんからのコメントっていうもの、これをまた千恵さんが見て、苦しんだり、さらに苦しんだり、さらに反省したり、いろんなことがありましょう。けれども、ぜひね、その言論の自由っていうのはもちろんありますけれども、この一問一答のコメント、
私に対してのいろんな批判ってそれは別に構いません。だけれども質問者の人に対してのね、やっぱり本人はここでさらされるということの覚悟で、そして自分の恥ずかしい心の闇を吐露してきてるわけですから、それをぜひですね、皆さんも見て自分のこととして勉強していただきたいんですね。それを糧としていただきたいんです。そこから何かを感じたり学んだり、自分の反省材料にしてほしいんですね。なのでこの知恵さんに対しての攻撃ということをわざわざ20、30でやる必要はない。なのでそこの部分というのはぜひこの一問一答を続けていく上でね、皆さんにお願いしたいことなんですね。で、知恵さん、もしこれを見ていらっしゃったらぜひきっぱりと捨てるということをここでね学んでください。大事なことはこれまでどうだったああだったということではなく、知恵さんがこの50歳という年齢を目前にしてですね、きっぱりと不要なものを捨てていく、そういうこれからの人生への一つの、メッセージとして教訓として今回のことがあったと。そして、ぜひ知恵さんにね、これからより良き未来を見据えた上できっぱりと捨てるという練習をこれからしていっていただきたいと思うんです。なのでもう一度捨てる前にイメージをして、彼についての全てをスマホの中からディリートしていくっていう作業を完了させるというところまでイメージしてからスマートフォンを開いてください。決して彼にお別れを言ってはなりません。ということで、辛いですけどね、応援してます。頑張ってディリート作業を完了させてください。